どうも、みかたです。今日もみんなで一緒にアニメ楽しんでいこうね。ということで、チャンネル登録者1万人突破、本当にありがとうございます。いや、ちょっとまさかこんなに早く1万人突破できるなんて思ってなくって、びっくりして。なんか YouTube 始めた当初はなんか1万人なんてこう夢のまた夢じゃないけど、いやーまあ、はるか先だな、そんな夢だなーみたいなぐらいのことを思ってたんだけど、まさかね、こう1万人を迎えられる日が来てね、本当にまあなんか驚きというか、もうよくわからない。だけど本当にこれはもうみんなのおかげだと思っていて、本当にありがとうございます。でね、1万人突破したということで、今回質問コーナーをやっていきたいと思います。1万人到達してすぐぐらいに、コミュニティの方で質問を募集させてもらったんだけど、質問くださった皆様、本当にありがとうございます。ということでね、今日は早速その質問に答えていきたいと思います。それでは、スタート！もし声優になったとしたら、どんなキャラクターをやってみたいですか？声優か。こんなキャラやりたいって一回も思ったことない。っていうのもなんか私の声って、なんかそういう声じゃない。なんか自分の声が、なんかこうキャラクターとかをやるような声に向いてる声みたいな感じで、あんまり思ってなくって、なんかそういう想像をしたことがない。ないけど、なんか自分の声のことをうんぬんを置いといて、なんか考えるとしたらギャルとかがいいです。みかたちゃんが好きになりやすいキャラってありますか？好きなキャラクター教えてください。好きになりやすいキャラはもうね、心がかっこいい人ですね。あと素直な人、正直な人が基本好きなので、そういう人は結構すぐ魅力的だなって、好きかもって思っちゃいやすいです。でもなんか昔は割とそういうのすっ飛ばして、わかりやすいクールな、なんかね、ミステリアスな男性キャラが好きでした。でも系統が決まってて分かりやすかったよ。うん。好きなキャラクターって言ったらわかんないけど、私が超絶憧れてるキャラクターは、ヒロアカのオールマイトです。マジでかっこいい。憧れ。もうずっと憧れ。アニメを見て興味を持ったものや始めたことはありますか？確かに。これ確かにね、なんか意外とないかも。なんかちょっとね、考えてみたんだけど、ガチで始めたことはないかもしれない。でもなんかボールルームにようこそのアニメを見た時に社交ダンス、やっべ、ちょっとやりたいなって思ったことはある。だけど、実際に行動に移してやるまではないかもしれない。でもなんかそうやってアニメきっかけで何かハマれるってめちゃくちゃいいことだよね。私もなんかそういう出会いがまだないだけかもしれないから、まだこれからね、そういうのあるかもしれないから、ちょっと楽しみ。なんかいい出会いがあるといいな。アニメはあまり見ないのですが、おすすめのアニメはありますか？おすすめね。でも最近配給見てさ、やっぱ配給いいなって思っちゃったね。なんか、おすすめすごいしやすいなって思ってて、なんかおすすめする作品って、その人がどんな人かっていうのを知った上でだったらおすすめしやすいけど、で、例えば私だったらバトルとか血が出る作品が好きだから、なんかそういうのを知った上でこういうの好きそうだよとかって結構ね、皆さん言ってくださったりするから、なんかそういうのがあると、チョイスする作品とかも浮かんでくるんだけど、そういうのがなく、おすすめするって言った時に、配給ってめっちゃいいなって思ったの。すごい見やすいし、スポーツだし、やっぱいいよねって。で、私のガンガン好みとかで言うと、私はもうずっと楽しみに待ってるのは、ヴィンランドサガの続きとかなんだけど、でも、ヴィンランドサガは、やっぱ戦もあり、血もあり、なんか哲学もあり、みたいな。私はそういうのが好きです。あと、全然ちょっとテイスト違うけど、2024年に見たアニメで、動画にはしてないんだけど、カラスは主を選ばないだっけ？あれね、めちゃくちゃ面白かった。妹に勧められて見始めたんだけど、なんかなんやこれは昼ドラかみたいな感じの始まりで、なんだなんだ、女のそういうの見せられるんかみたいな、そんなドロドロしたやつ私は見たくないぞみたいな思ってたんだけど、全然そんなんじゃなかった。めっちゃ面白かった。あとバトル系見てくれるんだったら、ヒロアカ見て。私と一緒に泣いて。人生で特に泣いた感動のシーントップ3は？
これね、ちょっとなんか絶対選べないっていうか、もうさ、伝わってる方には伝わってるかもしれないけど、私泣いちゃうと、ほんとになんか記憶なくなるっていうか、脳みそ真っ白になっちゃうから、自分がどれぐらい泣いたかっていうのを自分であんまり分かってなくって。でも、一つだけほんとに覚えてることがあって、もうね、めっちゃ昔、もうめちゃめちゃ前なんだけど、マクロスフロンティアの映画ね、さよならの翼だっけな、まあ、ちょっと忘れちゃった。多分そう。その時は、家で見てて、もう、涙が止まんなくて止まんなくって、何言ってるか聞こえないの。もうもはや、声が届かない。私がヒーヒー言ってるから。ねえねえ、もはや過呼吸にほとんどなってるみたいな。もうなんか、やばい、これは紙袋か、ビニール袋がないと私死ぬかもしれない。やばい。でも、これ、今ここから、この画面の前から離れられない。無理と思って、自分の呼吸困難になりかけてるのを耐え忍んで見て、終わった後も、そのまま床に倒れて、もうなんか、どれぐらい過ごしたのかわからないけど、なんか廃人みたいになってた。チーンみたいな。だいぶ長いこと床に寝そべってた記憶ありますね。はい。それがなんか一番泣いたような気はするんだけど、なんで感動のシーントップ3のトップ1は多分、マクロスフロンティアの映画劇場版ということでよろしいんじゃないかなと思います。最後の方のシーン。もう、だから最後の方のシーン覚えてないんだよね。ねえ、トップ2、トップ3はわかりません。自分がどれぐらい泣いてるかわかんないから。だからなんか逆にこう動画を出してるだけのものに限られちゃうけど、みんなの方がこうなんか、あ、これめっちゃ泣いてたなとか多分分かってると思う。私自分の動画とか全然見返さないし、どの動画でどれぐらい泣いてたかとか全然分かってないし、泣いたなぐらいのことは覚えてるんだけど、どんぐらい泣いたとかもう全然正直記憶になくって、みんなの方がね、知ってると思う。アニメ以外に見ているテレビはありますか？アニメ以外にね、私ほんとに見ない人だったの。マジでなんか多分ほんとにアニメしか摂取してないやばい人間で、なんか結構周りからはカンドラとかほんとに勧められるの。めっちゃ面白かったよ。絶対見た方がいいとか、もうね、愛の不時着なんかね、何回も言われた。もう何回も何回も言われたんだけど、見てない。どうしてもね、実写じゃなくてね、アニメがいいんだよね。好きなの。愛の不時着がアニメ化したら見ると思うよ、だから。うん。だから興味がないんじゃなくって、なんかやっぱね、絵の方がいいんだよ。そう、だから、日本のドラマも全く見ないし、海外のドラマとか映画とかも全く見ないし、ただね、なんか1年に1、2回急に洋画見始める時あるんだけど、それはなんかちょっとリフレッシュしたい時というか、なんかよくわかんない時だね。だから見ないね。でもね、最近ちょっと見ちゃってるのがあって、オーディション番組系あれちょっと見ちゃって感動しちゃってる。やばい。ちょろい。どうしてそんなに可愛いのか。何これ質問って捉えていいのね。やっぱね、いつまででも可愛いは嬉しい。だし、可愛いって言われたら、あ、もっと可愛くありたいなって、なんかシンプルに思えると思うんだよ。可愛いって言ってくれるから、いっぱい可愛くあろうって頑張れます。ありがとう。いや、私もさ、可愛くありたいってね、なんか純粋に思えなかった時だってあったの。過去にね。だから、可愛くありたいって思えることに、もうまず感謝してる。だから。ありがとうって。お気に入りの洋服ブランドは？私が好きな洋服のブランドはミスティックっていうところです。ミスティックでお洋服買うことがよく多いです。これ違うけど。でも、なんか多分一番多いのは、シーイン中国の激安通販サイトでめちゃくちゃ買います、私。なんか服とかはすぐ飽きちゃうっていうか、なんか好きなものはずっと好きなんだけど、割となんかこう新しいものを取り入れたいみたいな、着たいっていう気持ちが強くなっちゃうタイプだから、そういう意味でももう安いものを買うようにして、なんかあんまり長く着れなくっても大丈夫みたいなようにしてる。服選びって迷う。なんかあと、迷うっていうか、なんか結構私気分屋だから、自分の気分でなんか服を決めたいのね。
だから、その日の気分を自分に聞く、まずは。で、あとは、こうやって動画撮る時だったら、こうなんかその日撮る作品と、なんか、照らし合わせて、前回同じ服着てたら、なんかそれをやめとこうとかも思うし、あとはなんかこう、その時のなんかカラーみたいな印象的な、なんかその作品のカラーみたいなのがあったら、なんかそれを着ていったりとかはしたりはするけど、まあでも、服選びは、今着るっていうことに関しては、迷いながら楽しく選んでる。だけど、服を買うときはマジで一瞬。私全然迷わない。本当に多分秒だと思う。女の子のショッピング長いと思ってる人がいたら、私のショッピングを一緒に体感してほしい。秒だから、多分。マジで。もう見るお店も決まってるし、パーッと見てなかったらもうすぐ諦めるし、で、そこでパッと見て、なんかもういいと思ったものすぐ目に入るし、もうこれしかないと思うから、もうすぐ試着させてくださいって言って試着して、何にも不備なかったら買うってもう最初から決めてるから、買いまーすみたいな感じで、流れ作業、マジ。すぐ変わるからね。せっかち。はい。短めの髪型したことある？短めの髪型したことあるよ。ショートはそこまでないんだけど、もうね、ボブ時代がめっちゃ長い。っていうか私結構人生の半分ぐらいボブなんじゃないかなって思うぐらいずっとボブで、ね、伸びてここまで来て、まあこれよりもうちょい伸びるかな。もうちょい伸ばして、なんかもう胸の下あたりぐらいまで来ると、もうなんかうずうずなってきて、もうなんか邪魔だな、みたいな、切りたいな、みたいな気持ちになってきて、ボブになるみたいな。なんかこれの繰り返しで、今ここまで伸びてる。今はね、一応伸ばし中だから、どこまで伸ばせるかなと思ってるんだけど、まあ切りたくなる時が来るかもしれない。今年度受験でアニメを見る機会が減ってしまうんですけど、おすすめの勉強法ありますか？受験生が私の動画見てくれてるのありがとう。大丈夫？私すごいいらんこと言ってないかな？大丈夫かな？悪影響を及ぼさないように気をつけるね。で、この質問に答える前に、まず謝っておきたいのが、私、勉強できません。なので、勉強してきていません。マジで本当に多分みんながドン引くぐらい、マジで勉強してきてないから、マジで知らないのよ、私。本当に、教科書に載ってるようなこと。何にも知らない。だから、おすすめの勉強法を私は教えてあげることができないんだけど、でも、勉強とかするときって、やっぱ、こう、毎日毎日コツコツ頑張らなきゃいけないことじゃない？時にさ、やっぱりこう、今日勉強できなかったとか、すごい集中できなかったとか、うまくやれなかったみたいな、そういう日って絶対に出てくると思うの。そういう時に落ち込まない！もう全然大丈夫。もう1日ぐらい落としたって全然大丈夫だから、できなかったとしても自分を責めないというか、まあなんかそんなもんだよね、みたいな感じの気持ちでいること。自分の心を追い詰めちゃって、なんかやらなきゃやらなきゃってなると悪循環になっちゃうと思うから、なんか毎日やるにしても、コツコツ勉強していく中で、やれなかったことよりも、やれたことに目を向けて、頑張っていってほしいなと思う。だから、勉強しなかった日は、よっしゃ、リフレッシュできたラッキーみたいな。うん。で、明日死ぬほど頑張ろうみたいな。私、そっちタイプだから。そんな感じでいいと思う。いや、でも本当受験生か、すごい偉いよ。もう受験するっていうだけで偉いもん。本当に。めちゃくちゃ応援してる。頑張ってね。疲れた時は、チャンネル戻っておいで。うん、戻っておいでと大きい声では言えないけど、ちょっと休みしたい時は一緒にアニメ見て楽しもうね。動画を撮る上で大切にしていることはありますか？これはね、ある、ある、ある。何を一番大事にしてるかっていうと、やっぱりこう自分が思ったことをちゃんと届けられるっていう、そこに一番全集中を注いでる。自分の中でこういう風に感じたっていうことを、なるべく言葉にして伝えたいなと思うんだけど、やっぱ言葉にするのが間に合わない時とかもあるし、何かしらで自分が感じてるっていうことが伝わればいいなって思って、なんか表現できればいいなっていう風には思ってる。私が心で感じたものを、どれだけ純度高く伝えられるかっていうのが、なんか、どうやったらいいのかなっていうのは、日々考えながら、動画をなんか作ってたりしてます、意外と。だから、なんか言葉ももちろん大事だけど、言葉以外のことも大事なのかなって思っていて、
どうせ私泣いちゃうと喋れなくなっちゃったりするんだけど、あともうなんかガチで見始めちゃったりとかする時とかもあって、なんかもうなんか無言みたいな時とかあっちゃったりするんだけど、まあなんかそういうのも含めて、それが私のなんか素というか、割とナチュラルな姿なんだなって思って見てもらいたいなと思いながらやってます。なのでなんかいろいろ無理にこういう風にこう伝えようっていうのはあんまりしないようにしてる。そんな感じかなあとはもうネタバレを気をつける。なんかいろんなところでね、目にしないようにね、そういうのは気をつけてる。動画ね、YouTube 開いただけでもなんかそういうね、ちょっとネタバレっぽいサムネのね、動画とかあったりするから、そういうのとかを本当に見ないように、おすすめに表示しないみたいな感じに結構して、なんか今は結構プロテクトできてるなって思ってるし、あとはこう、街中歩いてても、こう、本屋さんとかでパッとね、なんか漫画の新刊の表紙とか見てね、あ、このキャラが登場してくるんだみたいな、あ、このキャラがなんか、やばい、出張ってくるんだみたいなのがあんまり伝わらないように、見えないようになるべく、見ないようにして歩いたりとかはしてます。うん。だからほとんどなんか大丈夫かな。あと SNS はもともとそんなに見ないので、見るとしたら私は服とメイクとインテリアとご飯くらいしか見ないから、あとストレッチとか。アニメ関連の動画とか、なんかそっち系はね、あんまりもう元々見ないから大丈夫。あとこれはちょっと英語で来てた質問になります。動画内のアニメのエピソードをぼかさないことは可能ですか？これは今のところはぼかさずに出すことは難しいかなと思ってます。まあちょっと何とも言えないけど、今のところこのスタイルが限界かなって思います。音とかもね、出してほしいですっていう風にね、お声をいただくこともあるんだけど、もちろんね、映像も声もね、どっちもあって見れるのが一番見やすいのはわかるし、私もね、できればもちろんそうしたいんだけど、なかなかそこは難しいところがあって、このチャンネルがね、なくなっちゃうと私もね、一からチャンネル作って活動するっていうのはちょっと、結構大変かなってそれはちょっと嫌だなって思うので今の形でこれからもやっていきたいなと思ってます。これから先このスタイルが変わることもあるかもしれないけど、今のところはなるべく継続してこの形が限界かなっていう感じでやっていきたいなと思ってます。空よりも遠い場所は見られましたか？リアクションしてほしいアニメです。見てないです、まだ。でもおすすめすごいされるから、いつか見たいなと思ってます。ワンパンマン見てますか？今年3期が始まるみたいなので、ぜひリアクション動画出してほしいです。ワンパンマン見てる。てかめっちゃ好きで、漫画買ってます。はい。数少ない私のKindle の中の漫画リストにワンパンマン入っております。はい。リアクション動画は、その時次第だけど、出せそうだったら出したいな。まあでも、ちょっと原作も読んでるし、ちょっとどうなるかわかんないけど。でも、めっちゃアニメは楽しみにしてる。これ質問じゃないんだけど、私も涙もろくって、味方さんの涙にすごい親近感感じてます。アニメ視聴中は涙を一切拭かない派で、見終わった後にタオルで顔拭くのをルーティンにしています。首まで長い時でもガン無視です。これ一回試してみてほしいですって言われたんですけど、私さ、泣くとさ、鼻水めっちゃ出るの。垂れてんのってか、多分垂れてるやつを垂れ流してること多分あるんだけど、全然。鼻水ちょっと恥ずかしいなって思ってる。そう、だからなんか涙を拭きたいというよりかは、結構鼻水を拭きたいんだよね。でも確かに、こう拭かない、ティッシュでね、拭かずにいてほしいってかね、言ってくださることもあるから、そっかーと思って、でもなんかこう、ティッシュ、なんか癖でずっと取っちゃうんだけど。で、癖で拭いちゃうんだけど、みんなは鼻水垂れ流してるのでもいい鼻水垂れ流しててもいいなら私は全然もう鼻水垂れ流すよ。もはや。YouTube を始めたきっかけは何ですか？ YouTube 始めたきっかけは、なんか結構いろいろあるんだけど、私本当にアニメが好きなのに、なんか全然人と分かち合えてないなっていうのをずっと思ってて、だけどなんかこう SNS とかが全然得意じゃないから、なんか SNS で繋がってこう盛り上がるとか、もうそういうの絶対できないし、なんかどうにかしてこうなんか私のこの胸の内を誰かに喋りたいじゃないけど、伝えたいみたいな
そういう気持ちが、あ、YouTube で喋ればいいじゃんみたいなのに繋がったのもあったし、一時期ね、すごいね、私って何ができて何ができないんだろうみたいなことをめちゃくちゃひたすらノートに書いて、そういうのをなんかいろいろピックアップした上で、こう私が絶対に嫌だなって思ってることが、こういう YouTube とか、まあ YouTube じゃなくてもだけど、顔を出して何か活動をすることが嫌だなって思うことだったの。ってことは、嫌だなって思うから、やった方がいいな、みたいなっていう気持ちにもなって、でもなんかそれのあがきで最初の方ウィッグをつけていて、ちょっとごまかそうみたいな気持ちがあって、ウィッグはつけてましたけど、はい、それも途中でやめさせてもらって、もう今完全に顔出し状態でやってるって感じです。なんかね、こう、自分のなんか生きてる姿をふと感じた時に、ぬるいなって思ったんだよね。なんか揉まれてないこの人と思って。もっと社会に揉まれなきゃいけないと思って、もっとぐっちゃぐちゃになんか打ちのめされなきゃこの人ダメだなって、なんとなく自分で思って、で、YouTube だと、まあね、なんか誰か叩いてくれるかなっていう別に叩かれたくはないんだけど、全然。叩かれたら悲しいし、全然嫌なんだけど、でもなんかこう、そういう、こう批判の声とかマイナスの声とかを受けることで、もっと自分がちょっと強くなれたらな、みたいな。荒療治みたいな感じでできたらいいなっていうのを思ったのもありました。うん。なんで、まあ他にもなんかいろいろ言い出してちょこちょこあるんだけど、まあなんか大きく言うとそんな感じです。はい。今はアニメの同時視聴の動画をね、ずっと出してきてるんだけど、なんか全然私はそういう世界があるっていうことを全然知らなくって、なんか適当に適当にって言ったらあれだけど、なんかアニメのオープニングとか、めちゃめちゃ私すごい好きだから、そのなんかオープニングとかをいっぱい見て、なんか適当になんか言いたいこと言って、みたいな動画を撮ろうかなって思ってたんだけど、なんかね、コメントでアニメも見てみてほしいですって言われてから、なんかそっちに移行したって感じ。で、なんかだから、そのアニメリアクターの方が、こう、どういう人がいるかとかもう全く知らない。何にも知らない。そんな状況で始めました。はい。この、アニメリアクションの世界の、なんかこう、空気感というか、暗黙の了解とか、なんかもうそういうのも何にも知らないもんだから、もうなんかコメントでみんなに教えてもらって、あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、みたいな、なんか育ててきてもらったっていう感覚でございます。はい。ありがとうございます、本当に。動画を出してみて、周りの家族や友達、ダーリンの反応はどうでしたか？どうだろう、なんか、家族は、まあ、母と妹にすぐ話して、なんか、へーみたいな感じの反応されただけで、なんか特にいろいろ聞かれたりもしないし、まあなんか、一応チャンネルとかは知ってるけど、見てるか見てないかもよくわかんないんだけど、なんかそんな感じでやってるんだね、みたいな感じかな。友達には、なんかちょこちょこ言ってるんだけど、そのチャンネルの私の喋ってる動画とかをなんか実際に友達がなんか見て、YouTube で画面越しで見ても、なんか全然違和感ないね、みたいな。なんかそんな感じで言われることがあったかな。あとはなんかやっぱアニメを見てアニメのことを話したりしてるから、これほんとなんかアニメが好きで早口になってる時のテンション上がってる、見方だね、みたいな。そうやって言われました。だからすごい楽しそうだねって言われました。はい。ダーリンも割と家族の反応と近いかな。なんか、へー、ほー、みたいな感じで。あとね、ダーリンはね、マジでちょっとアニメに興味がなさすぎる人で、なんか私が何のアニメ見てるとか、なんかたまに聞いてくれたりするんだけど、フリーレン見てるよとか、推しの子見てるよとか、それなりにちょっとね、タイトルの大きいね、伝わりやすい作品をね、言うんだけど、知らないって言うんだよ。やばいでしょもうこの温度差よね。本当にね、もう全然アニメ見ない人で、全然なんか私がやってる活動のことを何にもあんまり分かってないと思います。まあでも応援はすごいしてくれてて、だし YouTube 向いてるって言い出したのはダーリンです。はい。ミカタちゃんの名前の由来は
なんかこれは登録者1000人行った時にちょっと一度動画を出したことがあって、なんかその時にもちょっと喋ったような気がするんだけど、ちょっと忘れちゃったんだけど。なんかでも、もう最初から名前を決めてた時から、その意味みたいな、なんか私の中で大事にしてる意味みたいなのは一応あって、アニメの見方、私がどうやって見るかっていう、その見方と、みんなアニメを一緒に見てくれるみんなの味方でありたいっていう、なんかそういう意味を込めて、味方ちゃんっていう名前にしました。アニメのことに関して動画を発信していくっていうことで、こう私なりの感じたこととか、そういうものを、しっかり伝えていきたいなっていう思いと、誰かの味方でありたいなっていうので、私の動画が誰かの支えや元気や癒しや楽しさや、何かにつながってればいいなっていうことで、こう、みんなの味方でありたいっていう思いを込めて、味方という名前にしました。はい。ママとのことですが、子供の人数は差し支えなければ子供の年齢も教えてください。子供は一人で今3歳です。なんかママって言うと結構びっくりされてることが多いような感じを受けてるんだけど、もうでもね、本当に私も自分がママになるなんて思ってなかったし、正直なんか私結婚も出産も全然興味がないタイプだったの。結婚しないしないみたいな。子供絶対産まないみたいな。ってなんか友達の間では言ってて、だよねみたいな。味方絶対一番遅いよねみたいな。絶対そう。だって遊びたいもんみたいな。割とそんな感じだったんだけど、で、あれみたいな。だから、なんやかんやで私の友達周りの中では私が一番早かった。ね、私子供いるって言ってるけど、結婚はしてなくって事実婚だから、でももう実質結婚してるようなもんではあるんだけどね。生活も全部何もかも。だけどなんか、私がもう元々結婚に全く興味なかったっていうのもあったし、なんかダーリーにも結婚するみたいな感じで何回か聞かれたことあるんだけど、いや、いい、みたいな言って、結婚はしなくていいや、みたいな。なんか、もし嫌じゃないなら、このままの関係でいいよ、みたいな。むしろ私はその方がいいな、みたいな感じで、今なんか事実婚みたいな感じで、今も過ごしてるんだけどね。なんかその時の私は、結婚っていう肩書きにこう当てはめられると、なんか私が私じゃなくなっちゃうような感じがしていて、すごいそれが嫌だったの。だからなんかもう、私を結婚に当てはめないで、みたいな。私は私だから自由にさせてみたいな感じで結婚を拒否してたんだけど、今となっては籍入れようが入れまいが、私は私らしくいられるだろうなっていうのは、思ってるんだけど、その時の私はね、ダメだったの。なんか結婚したんだからこうしなきゃいけないでしょ、ああしなきゃいけないでしょっていう、こう、社会的なとか、いろんなもののなんか制約みたいな、誰かでいろいろ言ってこないけど、こう、なんとなくあるその空気感みたいなものに当てはまらなきゃいけない感じがすごく嫌だったんだよね。それを受け入れてくれたダーリンには感謝です。はい。でもダーリンも全然気にしてないから、そういうのいいのかなと思います。はい。ご家庭がありながらどうやって動画の撮影時間を作っていますか？ねえ、そこだよね。子供が幼稚園に行ってる間です。その間、平日の昼間、ここが私の勝負時です。なので、土日は基本的に稼働ができなくって、平日にまとめて、アニメを見て動画を作って出すっていう風にしています。ね、たまにね、土日でなんかライブ配信したりとかする時もね、たまにあったりするんだけど、そういう時は、だいたいダーリンが、子供を見てくれてたりしているので、その間にやったりとかしてます。なので、土日とかになんか稼働してるなっていうのがあったら、だいたいなんかダーリンが協力的に、やってくれてます。なかなか多忙なようですが、いつかは専業で YouTuber 目指したりしてます？専業で YouTuber か。専業で YouTuber ってさ、何なんか、YouTube だけで生計を立てるっていうことめっちゃ稼ぐみたいな感じのことなのかな。だとしたら、あんまりそこまで考えてない。でも、なんていうのそういう、そこまでめちゃめちゃがっつり稼いでやるぞとかじゃなくって、YouTube をもうなんていうの、主としてやっていくっていう意味だとしたら、もう今がそうだと思ってる。今
今はもう仕事も他にしてなくって、私の最大の仕事は子育てだと思ってるから、子育て以外の時間をすべて YouTube に注いでるっていう形です。なので、なんか大体私が忙しそうにしてるときは、なんか子供が体調崩したとか、子供のなんかイベントがあるとか、行事があるとか、なんか割とね、ほとんど子供関連のことだと思う。あとはなんか単純になんかいろいろこう、作業が進んでなかったりとか、なんかいろんなことが起こって、あーってなってるだけで。うん、大体ね、なんかわたわたしてるのはそんな感じかな。お子さんがおいくつかわかりませんが、社会人になる頃にこれだけは伝えたい言葉は、また、社会人になるお子さんに伝えたい自分の過去の教訓は、ちょっとまだ3歳だからね、社会人になった自分の子供、まだまだ全然想像できてないんだけど、なんだろうね、これだけは伝えたい言葉っていうのは、あんまりないかもしれないっていうのも、私結構こうしてあげたいなって思うことが結構多いタイプなの。特に子供に対してすごくそういうことを思っちゃうタイプだから、逆に減らさなきゃって思ってる。私のなんかあれこれ口出し手出しがなくとも、子供は多分全然立派だし、生きていけると思うから、なんかもっとこうどっしり構えて何も言わないみたいな、助けを求めてきた時にだけなんか手を差し伸べるみたいな形で、あらなきゃーみたいな感じで自分に今めちゃくちゃ言い聞かせてる。うん。だからこれだけは伝えたい言葉は、ないっていうか、なんだろうね。何が一番大事なことなのかわかんないけど、絶対に、あなたの味方だよっていうのは、言葉にしなくとも伝わるように、こう、積み重ねられていけたらいいなっていうのは、もちろん根底にある。ここでも味方が出ちゃったんだけど。で、なんか自分の過去の教訓はっていうのが、それなんだよねって思ってて、私にはあるの。私がこういうことを辿ってきたから、こういう風になって欲しくないとか、もちろん私にもあるの。だけど、それを本当に押し付けないように頑張ってる。気をつけてる。っていうのも、それ勉強ができなかったから勉強してほしいとか、なんかそういうんじゃなくって、割と私結構自分の気持ちが自分で上手にわからないタイプだったから、それで結構つまずいたこともあって、自分のことよりも周りを優先しちゃったりとかすることも多いタイプで、なんか結構ね、自分をないがしろにしてたみたいな、思春期の時は割とそういう感じも強かったから、なんかそうはなってほしくないな、みたいな気持ちがすごい強いのね。なんだけど、なんかそこは子供によってなんか個体差あると思うし、私の子供だからといって私と同じようなね、性格になるとは限らないし、もし同じような性格だったとしても、それを一人で乗り越えられる強さを持ってるかもしれないし、それはなんか私が見守りながら見届けていかなきゃいけないなって思ってて、ただやっぱ私は自分がそういうの不安だから、ずっとそこは気になってるんだけど、でもだから言わないようにしてる。多分口に出ちゃってるけどね、態度とかに。大丈夫みたいな。なんかもっと言っていいんだよみたいな。なんかこう、押し付けがましいとこ多分出てるんだけど、控えなきゃって、気をつけてます。面白いエピソードがあれば聞かせてください。なんだろう、面白いエピソードって、なんだろうね。なんかちょっと、あんまりここでは言えないこととかは思いつくんだけど、ちゃんと動画にはできないんだけど、なんか動画にできそうな範囲で、なんかあるとしたら、なんだろうな。私、昔脱毛サロンで働いてたことがあって、ブラジリアンワックスって言ってさ、毛にワックスを塗ってピリって剥がす資格も持ってそこで働いてたんだけど、ブラジリアンワックスってなんかあんまり馴染みない人はわかんないと思うんだけど、ほとんど下の毛をみんな綺麗にしに来るのね。VIO って言うんだけど。VIO の毛を取りに来るから、毎日私は VIO の毛を取ってたんだけど、結構都心で働いてたから、まあもうガチガチの、もうすごいなんか何頭身かわかんないモデルさんとか、もちろんグラビアアイドルさんとか、あとはエブ女優さんとか、もう結構いらっしゃって、下の毛を取らせていただいてました。はい。だから、面白いっていうか、なんか私の特技みたいな感じになっちゃうけど、毛を見るだけで割とこれは抜けやすい毛か抜けにくい毛かっていうのが、大体わかる。うん。だいぶね、やらなくなってから時が経っちゃったから、もしかしたらちょっとその能力廃れてきちゃってるかもしれないけど、でもね、見たらわかるのよ。剛毛で量が多いから抜けにくいとか違うのよ、全然。
違うの。薄くても抜けにくい人いるのよ。これね、ほんとね、なんかもう感覚なんだよね。旅行で一番楽しかった場所や印象に残っている場所を教えてほしいです。旅行か。旅行ね。私も旅行は結構好きな方かな。結構行く方かなとは思うんだけど、どこかな。でももはやこれ旅行じゃないんだけど、ちょっと私北海道に一時期住んでた時があってね、北海道はすごくいい思い出がいっぱいある。国内だと、なんか、また行きたいなと思ってるのは金沢。なんか子供がいるとね、ちょっと楽しめる場所じゃないから、なかなか行く機会がないなと思ってるんだけど、こうちょっとね、しっとりしに行きたいなと思ってて、あとは行ったことなくって、鳥取砂丘にずっと行ってみたいなっていうのを薄くずーっと思ってて、なんか友達とね、行こうって言ってた子がいたんだけど、まあ私も子供ができて、彼女も子供ができて、無理だね、みたいなおじゃんになってるみたいな感じで、なんかいつか行けたらいいなっていうのは思ってる。これ行きたい場所になっちゃったね。海外だと、私がこう馴染みがあるなって思ってるのがタイで、すごい良かったなって思ってるのがスペイン。なんかもうタイはやっぱアジアだから結構近いし、なんかね、結構タイにもこう2、3ヶ月ぐらい滞在してた時もあって、なんかそういう意味で、なんかね、タイは結構過ごしやすくって、なんかね、居心地良かったっていう記憶があって、なんか私の中でちょっと馴染みのある国というか、なんかそういう印象で、マンゴーが安く買えるのよ。本当に毎日マンゴーをこうやって食べてたわ、ほじくって。本当に。スペインはもうね、1回しか行ったことないんだけど、その時ヨーロッパ旅行をしてて、ちょこちょこいろんなとこ回ったんだけど、スペインが一番好きだった。なんかやっぱ明るい。すごくなんか空気感が軽やかで、こう、天気もいいっていうのが多分すごく大きいんだと思うんだけど、なんだろう、ちょっとこう、海外だと、なんだろう、自分のセキュリティとか、こう、身の安全みたいなのを考えて過ごさなきゃみたいな気持ちがやっぱちょっと高まるんだけど、その気持ちがあんまりこう強くなくても、なんかいられた国だったなっていう印象。そう、タパスばっか食べてた。うん。なんか食べ物ばっか言ってるよね。ということで、今回1万人記念の質問答えてきました。本当になんか、いろいろね、いろんな質問があって面白かった。YouTube を始めたのが2023年の9月末頃だったんだけど、2024年、丸々1年間 YouTube で活動してみて、もうなんか私の中で YouTube は本当に生活の一部というか、私の生活の本当に深い深い深いところまで入り込んでいて、それぐらいなんか私にとっても大切だし、楽しいし、なんかやりたいなと思えることだったし、みんなと一緒にアニメを共有できる時間っていうのが本当に楽しくて幸せで、なんかね、すごくいい時間だなっていうのを感じながら過ごしていったあっという間のね、1年だったの。だから2025年もなんかそんな風になんかあっという間だったなって感じられるような1年になったらいいなって思ってます。やっぱりこう YouTube をやってて、どうしても YouTube ってこう再生回数とか登録者数とかいろいろね、数字で測られることがあるから、どうしてもなんかこうちょっと目にちらつくというか、この辺にはずっとちらつくんだけど、なんかあんまりね、もともとそういう数字強くないし、あんまり興味ないって言ったらおかしいけど、興味ないわけじゃないんだけど、なんかあんまりね、そこを深く考えずに、なんか今まで通りじゃないけど、なんか私らしく、なんか楽しくアニメ見て、みんなと一緒にアニメまた楽しんで、アニメライフをね、なんか共有できたらいいなっていう風には思ってます。だし、なんかもう登録者数1万人いったら結構もう満足しちゃって、何万人行きたいとか、なんかあんまりそういう目標は今のところそんなになくって、それよりも他にもこうやれそうなことにいろいろチャレンジしていきたいなって思ってるから、なんか急になんか、こいつなんかよくわかんないことやり始めたぞみたいなことをやり始めるかもしんないけど、なんかこう生温かく見守ってください。で、なんかちょっとそれすぎだよみたいなことをもししてたら、多分しないと思うんだけど、もししてたら、ちょっとミカタちゃん戻っておいでーって言ってあげてください。多分、そんな激しいよくわかんないことはしないと思うんだけどね。うん。
いつかはリアルイベントをしたいなっていうのもあるし、なんかそれ以外にも、なんか面白そうなこととかやってみたいなって思うことはいろいろチャレンジしていきたいなと思ってるので、そういうチャレンジも含め、みんなと一緒にアニメをね、もっともっと深めたり、楽しんだりしていけたらいいなと思ってます。こんな感じでね、ゆるく楽しくこれからも頑張っていきますので、みんなに応援してもらえると本当に本当に嬉しいです。これからもよろしくね。ということで、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。グッドボタンやコメントもいつもありがとうございます。これからもこんな見方ですが、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。